はいどうもチートンです。今日はね妻がボンゴレを食べたいというので海にやってきました。まあ海とはいってもね用があるのはこの足元砂浜です。波打ち際をねこうやってじっくり見てるとあった、これ波の子貝です。小さいのに筋肉質でうまいやつです。今日はねこの波の子貝を取って今日はこの波の子貝を取ってボンゴレを作っていきたいと思います。ということで波の子貝を取っていく。はい、波の子貝ゲット。波の子貝は波に乗って移動したと思ったらすぐに砂に潜ってしまうので、あー危ねえ、すぐにダッシュをして捕まえてください。ちなみに波の子が波乗りするのには理由があって、常に波打ち際にいることで餌となるプランクトンや有機物が豊富なポジションをキープできるんです。取った？お、ナイスゲット。波の子貝は足の筋肉が発達しているだけあって歯ごたえは抜群だし、出汁もたっぷり出ます。めちゃくちゃ美味しい貝なんです。そして捕まえるのもめちゃくちゃ楽しい。なんか思ったよりも全然いないね。来た？やった。石貝。これは藤の花貝ですね。よく見ると貝の縁がギザギザしているのが見えます。これは藤の花貝。これも美味しい貝ですけどちっちゃすぎるんで今回はねリリースします。ここは藤の花貝は大量にあるな。うわめっちゃ出てくるじゃん。すごいやばい。大さじぐらい出てくる。ありました。もういるところにはいるんでこうやって掘ってね見つけていきましょう。あ、いたいたいた。潜ってる潜ってる。波の子貝はね強靭な足の筋肉で簡単に砂に潜っていきます。なんかでっけえのがいる。あ、これはハマグリだね。漁業権かかってるので逃がしましょう。バイバイ。あ、いた。どうした？あ、ヒメスナホリムシじゃん。でかくない？ここにもいるんだね。かわいい。チャーハンにしようよ。いいの？逃がして。逃がしていいよ。あ、潜ってった。いいサイズいいサイズ。かき回してるとね貝がコロンと手に当たって見つけることができます。またハマグリ。お前に用はね。ほんと藤の花貝ばっかり。何？ああ、M シか。長いでしょ。イソメやゴカイの仲間です。びっくりしたよ。実はねこの辺これにも漁業権がかかってて取ることができません。皆さんねいい餌だからといって取ることのないように気をつけてください。ほい。はいよ。お、いいね。じゃない？おい。全部でこれぐらい取れました。どうかな？ボンゴレ作るのに足りるかな？もうちょっとじゃない？じゃあもうちょっとだけ取って帰りましょちょっと足りないでしょ。う。またハマグリ。ほんとこの場で一番価値ない。お、金銭ガニだ。金銭ガニがいた。いたー。こんなとこにいた。マミーの大好きな金銭ガニ。可愛いよね。おとなしくなっちゃった。金銭ガニもね出汁を取ったりすると美味しいカニです。あ、動いた。潜ってった可愛い。結構取れたんじゃない？まあまあ取れたかな。波の子貝狙ってたんですけどあんまり波の子の数もなかったんで藤の花貝も取りました。藤の花貝小さいんですけどこのサイズでも大人です。それじゃあねこれを持ち帰って美味しく食べたいと思います。ということで帰宅。波の子貝と藤の花貝を持って帰ってきました。そしたら砂抜きをしていきましょう。ボールとザルを重ねてじゃ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 ーっと貝を出していきます。こうしておけば砂だけね下に落ちるのでこれで砂抜きができます。妻がボンゴレに菜の花を入れたいというので河川敷にやってきました。今見えてるこれはね浜大根です。以前いぶりがっこを作ったやつです。菜の花を探しましょう。菜の花によく似たこいつなんですけどこれはカラシナですね。カラシナは花がついた茎の葉っぱが茎を抱いていません。そしてすぐ隣これは葉っぱが茎を抱いてますね。これがアブラナです。でももう花が咲いちゃってますね。ちょっと時期が過ぎてます。これいいじゃん。お、そんなこと言っていたら足元にありました。これぐらいだったらいいかな。ポキッと柔らかいところを持って帰りましょう。これはカラシナ。そうだね。葉っぱが茎を抱いていないのでカラシナです。わかるようになってきたね。これもカラシナ。今度種を取ってマスタードを作ります。この辺をさ摘めばいいんじゃない？ああ、下の方か。上の方はもう花が咲いてるんですけど下の方はまだつぼみがちゃんとあります。これを持って帰ってボンゴレに入れましょこれさ、う。あ、そうだね。この辺をさ切って。どうや？いいね。ちょっと花が咲いてるけどこの辺なんかはねまだまだ食べ頃です。たっぷり油菜が取れました。波の子貝たちも砂抜きが終わってると思うので早速ねボンゴレを作っていきたいと思います。帰宅。
食材が揃いました。波の子貝と藤の花貝は砂抜きが終わって真水で洗って2時間この状態で放置しました。なぜ海水から引き上げてわざわざこの状態で放置しているかというと、二枚貝の旨味は琥珀酸って言うんですけど、呼吸ができない過酷な環境に置かれるとその琥珀酸が増えるとされています。なのであえてこの二枚貝たちに過酷な環境を味わわせて旨味を引き出しているというわけです。波の子貝はね、本当に旨味が濃くて、時には琥珀酸が多すぎてやや苦味を感じたりするんですけど、その苦味もね、旨味の一つとして考えてもらって大丈夫です。ということで早速調理していく。Fire。お湯が沸いたんで菜の花を入れます。菜の花はね、2分も3分も茹でる必要がなくて、1分くらい軽く茹でれば OK です。菜の花をお湯から引き上げていきます。野生の菜の花には栽培用の菜の花と違ってやや苦味があります。こうやって冷水に浸してしばらくつけておくことで苦味のない甘い菜の花に変わります。しばらくこの辺に放置しておきましょう。それでは続いてパスタソースを作っていきましょう。ニンニクを一つね、切っていきます。いいです。そしたらこれをフライパンに入れていきます。そして鷹の爪もフライパンに入れていきます。フライパンにオリーブオイルを入れていきます。Fire。めちゃくちゃいい匂い。ニンニクの香りが立ってきたら琥珀酸が増した波の子貝と藤の花貝を入れます。白ワインを入れます。蒸し焼きにしていきます。うわー、めちゃくちゃいい匂い。ニンニクと出汁の効いたいい香りがしています。秘密基地の中がやばい。うまそう。そしたら一旦こいつらは置いといてパスタを茹でていきましょう。お湯に約 1% の塩を入れます。お湯が沸いたんでパスタを入れていきます。投入。最初はね、パスタがくっつかないように少し揺らしながら茹でていきましょう。パスタはアルデンテのちょっと手前ぐらいで止めちゃいましょう。水にさらしていた菜の花を引き上げます。そして軽く絞る。そしたら菜の花もここに入れちゃいましょう。菜の花にもしっかりスープを絡めます。軽く混ぜたらここにパスタを入れていきます。塩気がこのパスタから入るので茹で汁はきっちり切る必要はありません。軽く和えたら完成。海と大地の恵みに感謝していただきます。これ藤の花貝があまりにも小さいんで一緒にね、殻ごと食べないように気をつけましょう。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。波の子貝めちゃくちゃ甘み濃いですね。出汁がしっかり効いてます。味付けはね、ニンニクと塩しか入ってないんですけど、しっかりと旨味を感じます。波の子貝をそのまま一つ食べてみたいと思います。いただきます。うまい。噛んだ瞬間に波の子貝の旨味が広がります。香りもいいですね。鼻から抜ける香りも二枚貝らしさがあってすごく美味しいです。ちょっと貝を取りに行っただけなんですけど本当に美味しい。味付けが塩だけっていうのが信じられないくらい旨味があります。そして菜の花もいただきます。これ菜の花のいい香りが鼻から抜けつつ甘みを感じてね、最後に若干苦味がある。これが菜の花ですね。すごく美味しい。春を感じます。いいだな。めっちゃいい匂いする。もうね、わかる。美味しそう。いただきます。藤の花が一緒に噛まないように気をつけて。いただきます。貝のさ、出汁がめっちゃ入ってるね。めっちゃうまい。もっと大きいの食べたいね。でもさ、これ取ってこれだけで美味しいの食べたらいいね。歯ごたえ結構しっかりしてるんだよね。菜の花一緒に。菜の花美味しいよ。買ってきたやつみたい。こんなに苦くないの。ほとんど苦味ないよね。微妙にはあるけどほとんど感じないレベル。これでも菜の花の旨味だよね。茹でた後にしっかり冷水につけといたから苦味成分は結構溶け出したはず。めっちゃうまい。これどっちだろう。そのサイズは波の子だね。足の筋肉がすごいね。ねえ。ちゃんと歯ごたえがある。ちょうど子供たち起きてきたしあげよっか。あげよう。じゃあこのぐらいでやめとくよ。なんか全部食べてないそう。じゃあ一旦ね、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今回の動画が面白かったという方はぜひ高評価ボタン、下の共有ボタンから友達に拡散してください。ちなみにチートン同色機も好評発売中で日々皆さんの手に取っていただいているようです。気になる方は下の概要欄からぜひチェックしてみてください。これからもどんどん面白い動画を出していくのでぜひチャンネル登録をしてお待ちください。バイバイ。